さあ、まだまだ続くぜ、ゲームバース祭り。ハズブロマーベルレジェンドゲームバースより、キャプテンアメリカとベノムの紹介です。この商品ね、ベノムの色に惹かれて購入したんですけども、このキャプテンアメリカなんかね、上半身がでかくなってるんですね。これ新素体か？よし、その辺のところも確認していこう。ここに来てさらに進化したか、スティーブ・ロジャース。さあ、出てこい、出てこい。スティーブ・ロジャースエディ・ブロックと。では、そのキャプテンアメリカ見てみようか。ああ、やっぱ、でかいね。上半身なんかでかい。よし、次に、このベノム。色がいいんだよな。よいしょ。あ、これも胴体。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。はい。ではまず、キャプテンアメリカから見ていこうと思うんですけど、で、早速比較なんですけど、ざっと近年のキャップ持ってきまして、並べ方は適当です。左から見ていくと、こちらが 20th アニバーサリーのキャプテンアメリカ。こちらがコマンダーロジャース、そしてハイドラキャップ。これ、グリーンバージョン欲しいですね。で、こちらが今回紹介するキャプテンアメリカで、こちらがシークレットウォーズ。そして最後にアルティメットキャップ。自分ね、キャプテンアメリカ、好きには好きなんですが、それよりもね、他に好きなキャラクターいるのに、なんかね、キャップ出たら買ってしまうんですよね。でね、こうやって並べて分かったことがあります。今回のキャップはね、これね、間違いなく完全版とも言えるほど素晴らしいもの、これは言える。これでね、しばらくキャップ買わないかな。で、商品的には全体的に近しいものとして、これより一つ前に発売されたこちら、シークレットウォーズ版があるんですが、これと比較してみると、まず下半身、ベルトも含めて、これは流用ですね。ただ、ブーツの造形だけが違う。シークレットウォーズの方はシワが寄った造形。片や今回のは丸みを帯びた感じで、シークレットウォーズと比べれば若干今回の安っぽく感じるかな。上半身の方、まずは腕なんですけど、これは新規かな。シークレットウォーズの方は肩及び上腕二頭部分にスケールアーマーのそれが造形されているので、少なくとも流用ではないのがわかりますね。で、手袋、これは流用かな？多分同じものですね。もし違ったとしても全くわからないですね。そして一番の違いが、この上半身上部。今回の念願のバタフライ機構が備わっていて、これがね、結構可動域あるんですね。シークレットウォーズの方はバタフライ機構はありません。そして、この全体的な筋肉造形。このでかい僧帽筋。どんな重量のシュラッグやればこうなるんだ。それに連なって、このメロン肩、かっこいい。何はともあれ、この大胸筋よ。素晴らしい造形ですね。特に、ここ、大胸筋下部、ここが特にいい。このカットがたまらんち。で、この星のマーク、大きめに造形されていて存在感があるんですが、ここね、こだわりかどうか定かではありませんが、でかい大胸筋の影響で星のマークがね、横に伸びているように見える。ここ好きですね。背中もでかい。素晴らしい。改めてシークレットウォーズ版と並べてみる。今回のキャップ、ゲーム版ということでぴったりスーツのクラシカルなコスチュームなんですが、このスケールアーマーより上半身がでかくなってるってどういうことだこれ。これ個人的な感想なんですけど、超人結成だけではこうはならないぜ、多分。たとえ結成ユーザーだとしても、毎日血ヘド吐くようなトレーニングしてこその、この肉体だろうって、俺は思うね。
頭部を見てみましょう。もうね、これ毎回言うのが億劫なくらいなんですが、今回もめちゃくちゃよくできています。シークレットウォーズ版もよくできていたんですけど、あっちは笑顔と食いしばり顔しかなかったんで、今回真顔がついていて差別化図ってくれているのもまた嬉しいですね。そしてこちらが交換用頭部パーツの叫び顔。こちらもまた素晴らしい。眉間に深くシワが寄っていて、鬼気迫る造形ですごくかっこいいですね。口内もしっかり造形かつ綺麗に塗装。キャップの叫び顔って結構新鮮ですよね。ずっと食いしばり顔が続いていたんでね、ここも差別化図ってくれていて嬉しいです。そんな頭部、シークレットウォーズ版とすげ替えが可能になっていますね。ただ、ご覧の通り色が違うので取り替えるメリットはあまりないかな。では、こちら。コマンダー・ロジャースの頭部はどうでしょう。多分つきますね。よいしょ、すんなりつけれましたね。いや、いいですね。バランスもいい。かっこいいですね。これはありですね。じゃあ、こちら。20th アニバーサリーのロジャースヘッドはどうだ。これが問題なんですよ。ちょっと硬いか。いけるか。よいしょ、いけましたね。ちょっと硬いけどいけました。いや、いいですね。この 20th アニバーサリーのスティーブ・ロジャースヘッド、ほんとかっこいいんですよ。個人的にね、この頭部ね、ロバート・レッドフォードに似ているんで、すごい好きなんですよね。ロバート・レッドフォード、言っちゃいましたね。可動範囲、まずは頭部、上はここまでいけて、うつむき口でぐるりと一周回って、傾きはほぼ取れないですね。肩および腕は肩にバタフライ機構があって、これぐらいの可動域がありますで、腕横へはここまでいけて、ぐるりと一周回って、腕の付け根で回り、二の腕バイセップスがあって、肘がピンレスの二重でここまでいけて、手袋での可動はなし。手首はこのような可動ですね。胴体の方、接続箇所はお腹と腰ですね。これお腹は縦軸のみですね。ここまでの可動範囲。で、腰はぐるりと一周回って股関節に引き出し機構はなくて、前はこうで、後ろへはこうで、また割りできて、ももロール、膝がピンレスの二重でここまでで、ブーツでの可動ありますね。足首、後ろへはここで、前はこうで、傾き取れて、つま先可動はありません。付属品いきましょう。まずはキャプテンアメリカの代名詞のシールド。取り付け方はいつものように手首にはめ込む感じ。そしてそんなシールドに取り付ける攻撃のエフェクトパーツが一つ。取り付け方はここにはめ込むんでしょうけども、これがね、すんなりいかない。で、このエフェクトパーツがちょっと柔らかめなので、こんな風に曲げてあげて、はめ込んであげれば取り付けることができる。取り付けるとこんな感じですね。この表情パーツも相まってかなり遊べますね。これはかっこいい。交換用手首パーツは親指を立てているのが左右分。これのみなんですね。これちょっと寂しかったので、それならばとシークレットウォーズ版の開き手を拝借し着用してみたら、しっかり取り付けることができました。いいですね。これで遊びの幅が広がる。では次にベノムを見ていきましょう。カラーはゲーム版に準じてブルー。ベノムといえば、シンビオートといえばブラックなんでしょうけど、ゲームからベノムを知った自分としましては、ブルーの方がある意味馴染みあるカラーなので、違和感は全くありません。それにマーベルレジェンドとしてもかなり新鮮な色ですね。普段レギュラーメンバーとして遊んでいるんで、すぐ取り出せるベノムたちを適当に持ってきました。一番左にあるのが、ベノムのフィギュアはこれさえあればいい、ヌル2パックのベノム。これ映画版の素体でもあります。こちらはアゴニーとライオットとのシンビオートマルチパックのベノム。今回のやつと比較は後ほど。そしてスペースナイトベノム。こうやって並べてみると、やっぱり色の新鮮さが目立ちますね。今回のこのベノム、マルチパックの頭部を見るにつけ、頭部も含め、素体の方、流用かなと思ったんですが、細部見てみるとちょっと違いますね。
下半身の方、これは丸々流用ですね。ピンありの関節。腕なんですけど、下半身とは違って、肘の関節に今回のベノム、ピンレスが用いられていることから、流用ではないことがわかる。それに、肩の大きさも違いますね。今回の方が一回りほど大きくなっている。これ素晴らしいですね。で、前腕部、マルチパック版の方は、シンビオートが浮き出た感じの造形なんですけど、今回のは普通の前腕のそれ。ここちと寂しいですね。胴体の方を見てみますと、マルチパック版の方の僧帽筋のあたりにはシンビオートの触手が取り付けてあるんですけど、今回のベノムにはそれがない。そして可動箇所なんですけど、マルチパック版の方はお腹と腰にありまして、このお腹の方が縦軸のみだったんですけど、今回のベノムはここがボールジョイントになっていて、こんな風に傾きが取れるようになっているんですね。ここも嬉しいですね。で、これね、もしかしたらウォルマート限定でレトロパッケージ仕様でちょっと前にねベノム発売されているんですが、それのボディかもしれませんね。あっち胸がボールジョイントだったように記憶しているんですよね。自分それ所有していないんで比較はできませんが、このベノムで十分だったんでね。でもね、やっぱりボールジョイントがあると遊びやすさが全然違いますね。頭部を見てみましょう。これは最初から装着されている頭部で、シンビオートの裂け目からエディブロックの素顔が見えている。これはまさしくマルチパック版のリペイントですね。マルチパック版の方の元々の出来がすごくいいんで、今回進化はそんなに感じませんが、一部塗装箇所が変わっていたりしますね。このおでこの部分とかそうですし、あと目の色も違いますね。で、今回はうっすら武将髭がプリントされていたり、細部見てみるとちょこちょこ違いがありますね。そしてこちらがシンビオートフルフェイスの頭部。これは完全に新規パーツですね。このベノムらしいぬるりと飛び出した下によだれが造形。それを緑で塗装。まさにゲーム版のベノムでめっちゃかっこいいですね。そしてこの目ね、緑のよだれもさることながら、この目がまさにマブカブ版のそれですよね。可動範囲、まずは頭部、上はここまでいけて、うつむきこうでぐるりと一周回って、傾き少し取れますね。肩バタフライ機構があって、ここまでの可動域で、腕横へはこうで、ぐるりと一周回って、腕の付け根で回り、二の腕バイセップスがあって、肘がピンレスの二重でここまでで、手首はこのような可動。胴体の方、接続箇所はさっきも言ったんですけど、胸とお腹ですね。胸はボールジョイント、お腹は縦軸、腰の横の可動はなくなってますね。さっきのと比べると。それを踏まえて前はこうで、うつむきはこうで、ぐりぐり胸の部分で取れますね。で、股関節に引き出し機構はなくて、前はここまで、後ろへはここまでかな。股割りはここまでできて、ももにロールがあってちょっと硬いですね。膝がここまでいけて、足首後ろへはこうで、前はこうで、傾き取れて、つま先可動はありません。交換用手首パーツは表情の違う開き手が左右分。これはマルチパック版のものと全く同じ形ですね。で、こうやってベノムを動かしていて思ったことがありまして、ゲーム中のシンビオートって攻撃によっていろいろ体が変化するんですよね。その変化した体をエフェクトパーツのみで発売するのも面白いかと思いますね。体全体が顔になって飛びかかるだけのパーツとかね、それ欲しいですよね。サイズ比較、フィギュアーツ、仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。